モビルスーツ同士の戦いが最大の見せ場であるガンダム作品。様々なモビルスーツが登場し、縦横無尽に空間を駆け巡って動き、激しく戦う姿は見る者を魅了し続けてきました。次々と敵機を撃墜していく主役機の姿は印象的ですが、そんな主役機を支える量産機たちも印象深い機体が多く、ただのモブ機体によらず、外伝などでは様々な活躍を見せているものも存在し、ファンの間では高い人気を誇っています。そこで今回はいわゆる敵陣営の量産機として登場した機体の中でも特に人気のある機体10選を見ていきたいと思います。なお、このランキングは当チャンネルで実施したアンケートの投票結果およびコメント欄の反応をもとに作成させていただいています。投票総数約 5.7 万票、総コメント数約470件。皆様たくさんの投票およびコメントをいただきありがとうございます。詳細が気になる方はぜひコミュニティの方もご覧ください。それでは始めましょう。第10位、ドートレス。ドートレスは機動新世紀ガンダム X に登場しました。第7次宇宙戦争時に旧地球連邦軍の主力として量産されたという背景を持つため、宇宙世紀でいうところのジムに相当する機体ではありますが、ガロードたちが活躍するアフターウォーの世界ではバルチャーやアルタネイティブ社といったいわゆる敵陣営の量産機という形で登場することが多かった機体です。ノーザンベル制圧戦の際にはまさかの高高度からの空挺降下を行うのにパラシュートを使用せずに着地し作戦を遂行するという芸当を披露しています。汎用性の高さから多くのバリエーション機が製造されており、農村の自警団でそのまま使用されていたり、エニルエルは強化バリエーションのドートレスハイモビリティコマンドワイズワラビーを運用。またザコット1にはドートレスハイモビリティファイヤーワラビーを使用していました。また後半では新地球連邦軍の機体としてドートレスネオが登場。こちらは飛行能力も追加されていてさらに強力な機体となっています。なおゲームアナザーセンチュリーエピソード3では敵のモブキャラに大抜擢されています。皆様のコメントでは武骨なところが好き、エニルのカスタム機がかっこいいから好きといった意見が見られました。ただ票数が伸びきらず10位とさせていただきました。第9位、デスアーミー。デスアーミーは機動武闘伝 G ガンダムにおいてデビルガンダムが生み出した分身体のモビルスーツです。操縦しているのは DG 細胞に汚染されたゾンビ兵たち。1機ごとの戦闘力は低いもののゾンビがごとく無限に湧いてきて常に大群で行動します。ゾンビ兵の知能は低いと思われますが、デビルガンダムに取り込まれた矜持の意識がなせる技なのかマスターアジアの入れ知恵なのか様々な姿に擬態します。標準的なデスアーミーだけではなく4脚型のデスアーミーであるデスビースト、大型の飛行ユニットを搭載した空戦型のデスバーディ、魚のような水中機動ユニットを装備した水戦型のデスネービー、コウモリの翼のようなユニットを装備した宇宙船用のデスバット、このように各種環境に適応するバリエーション機が登場しました。またそれどころかマスターガンダムに擬態したデスマスター、ドラゴンガンダムに擬態したデスドラゴンなど見た目から機能まで原型機に似た形状の姿の機体も登場しました。なおコロニーデビルガンダムの体内防御用兵装としてただの銀色の鉄球にしか見えない兵器が登場していますが、名前がデスボールなのでこれもデスアーミーの一種のようです。コメントでは乗ったら最後人として性感不可、バイオハザード的なところが好きといった意見が見られました。恐怖の機体ということで印象深い方が多いようで9位とさせていただきました。第8位、グレイズ。グレイズは鉄血のオルフェンズに登場した機体です。第1話では三日月たちのいる CGS を襲撃しモビルワーカーを圧倒していましたが、ガンダムバルバトスの前にやられていました。映像の描写から見ると敵のモブ機体という位置づけではあるものの、相手が荒屋敷を搭載したガンダムフレームだったから分が悪かったというだけで、スペック的にはギャラルホルンの最新鋭機で非常に高い性能を誇ります。グレイズはただの敵のモブ機にあらず鉄火弾でグレイズ界として秋広が運用していたり、さらに回収されて流星号として使用されるなど幅広い運用がされていました。また敵機としてもカル大衆の部隊では機動戦闘仕様のグレイズリッターが運用されているほか、
1期の最後には恐るべき強さを誇るグレイズアインも鉄火団の前に立ちふさがっています。皆様のコメントでは、グレイズはとにかくかっこいい、ザ・兵器という漢字が好きといった意見が多く見られ、8位とさせていただきました。第7位、デナンゾン。デナンゾンは機動戦士ガンダム F91 に登場した機体です。クロスボーンヴァンガードが開発し、新世代モビルスーツを象徴する機体となっています。コロニーを傷つけずに制圧するという目的から白兵戦を重視した設計がされていて、武装もショットランサーなどを持ちます。また頭部左右にブレードアンテナを装備したデナンゲーも存在します。こちらはデナンゾンをベースに一撃離脱戦法を前提としたビームライフルなどの武装を持つ機体です。小型の機体でありながら、劇中では蹴り一発でジェガンの首を吹き飛ばすという印象的なシーンも見られました。コメントでは、不気味な顔と甲冑のようなボディに一目惚れした、強くてかっこいいといった皆様の意見が見られ、登場シーンが少ないながらもその強さを見せつけた機体ということで7位とさせていただきました。第6位、ウィンダム。ウィンダムは機動戦士ガンダムシードデスティニーとシードフリーダムに登場した地球連合軍の汎用主力機です。シードで登場したダガーシリーズを参考にしつつも、設計を全面的に見直して開発されたという経緯を持ちます。そのため地球連合のモビルスーツの一つの到達点とされており、カタログスペック上はストライクと同等の性能を誇ります。シードデスティニーでは主役陣営がザフト軍なので、地球連合はいわゆる敵陣営になり、作中では撃墜されるシーンが多いものの、主役機と見間違えるほどのかっこいいデザインから人気が高い機体です。ジェットストライカー装備のほか、核ミサイルを搭載した機体も登場。狂った様子で核をぶっ放すモブパイロットが印象に残っている方も多いのではないでしょうか。また一般機以外ではネオロアノーク専用機が登場するなど、その基本性能の高さが伺えます。コメントでは、ヒロイックな見た目が好き、量産機とは思えないビジュアルといった意見が多く見られ、6位とさせていただきました。第5位、フラッグ。フラッグは機動戦士ガンダム00に登場した機体です。ユニオン軍の主力機として登場しました。換装なしで飛行形態に変形できることから、長距離移動してそのまま戦闘へ突入することが可能なはずですが、システム構造上失速の危険があるということで、使用上は空中変形に対応していない機体とされています。そのためグラハム・エーカーが初めて空中変形を披露したことから、空中変形はグラハムスペシャルと呼ばれるようになりました。ファーストシーズンでは先行量産された少数の機体がエースパイロットに優先配備されたので、パイロットはフラッグファイターと呼ばれています。特にファーストシーズン序盤ではガンダムの圧倒的な性能の前に、どの陣営も苦戦を強いられており、ユニオンフラッグも例外ではありませんでしたが、それでもグラハムは前線。そしてグラハム機がグラハム専用ユニオンフラッグカスタムに改修されて登場したり、ハワード機などがオーバーフラッグへ改修されて登場する様子が描かれました。セカンドシーズンでは出番がほとんどなくなりましたが、グラハムの活躍もあってか印象に残っているという方が多く、コメントでは体のラインが美しい、あのフォルムはビビッときたといった意見が多く見られ、5位とさせていただきました。第4位、ジンクス。ジンクスは同じく機動戦士ガンダム00に登場した機体です。疑似対応炉を搭載したモビルスーツなので、ガンダムに匹敵する基本性能を誇ります。劇中のエースパイロットたちが登場し、ソレスタルビーイングを壊滅に追い込んでいきました。なおガンダム00におけるガンダムとは対応炉を搭載した機体を指すため、作中ではジンクスを狩るソーマピーリスがこれがガンダムの力かという様子も見られます。疑似対応炉の搭載で従来のモビルスーツよりも圧倒的に性能が向上したこともあって、様々なバリエーション機が開発されており、セカンドシーズンでも引き続き後継機たちが登場。さらに劇場版ではトランザムまで使用可能なジンクス砲が登場するなど、多くのシーンで活躍していました。コメントでは、ガンダム勢に対して形勢を一気に逆転させたのが見事、初代から一貫する不気味さとかっこよさをうまく融合したデザインがたまらないといった意見が多く見られ、4位とさせていただきました。第3位、リオー。リオーは新機動戦機ガンダムウィングに登場した機体です。
アフターコロニー史上初の戦闘用モビルスーツトールギスを原型としてオズが開発した初の量産型モビルスーツで、量産性と汎用性に重点を置いた設計がなされています。過剰な性能よりも生産性を重視して作られたということで、大量の機体が配備されており、様々な兵士たちが登場していました。大体の作品では、量産機と隊長機では配色が違ったり、中のスペックが隊長機では大幅に向上されていたりしますが、ガンダムウィングでは同じ利用であっても主要人物が登場するだけで硬さが全然違うという面白い展開になっているため、妙に硬い利用がネタにされることがあります。劇中ではモブキャラが乗ると簡単に撃墜される割に、トレーズが乗ると全身に砲弾を浴び続けても全く損傷しなくなるといった展開もありました。またヒーローたち主役陣も潜入時などには利用に登場していて、特にヒーローはナタクに前線していることから基本性能の高さが伺えます。コメントでは時々ワンオフ機より強い、利用は主人公機、エレガント装甲、シンプルな兵隊という感じがたまらないといった意見が見られ、3位とさせていただきました。第2位、ジン。ジンは機動戦士ガンダムシードシリーズに登場するザフットの初代正式主力機です。ガンダムシードの第1話から登場し、様々な戦線で活躍してきました。地球連合がストライクダガーを投入して以降、ゲーツが新主力機として開発され、さらにシードデスティニーではザクオーリアなどが普及していったので、徐々に活躍の場面は減っていきました。しかし劇場版シードフリーダムでは冒頭から登場しており、長年運用されていることから、その基礎性能の高さが伺えます。コメントでは見た目がかっこいい、銃弾頭がいい、重厚感が好きといった意見が見られ、2位とさせていただきました。第1位、ザク。ザクは機動戦士ガンダムに登場した機体です。アニメにおける元々の名称はザクであり、当初は MS-06 ザク2ではありませんでした。主役機であるガンダムのデザインはスポンサーなど様々なところの意見が入ったものの、ジオン側へのメカデザインの制約はほとんどなかったということで、デザイナーである大河原氏の主役ロボットに対してもっとかっこいいものを作ってやるという気持ちから誕生した機体ということが明かされています。そんなザクは当時のロボットアニメでの敵ロボットイコール侵略者の手先というイメージを覆す秀逸なデザインで登場し、圧倒的な人気を獲得するに至りました。そして型式番号や細かな設定が追加されていき、今では数えきれないほど様々な派生機が誕生しています。原点にして頂点とも言えるザクということで、人気もダントツで高く1位とさせていただきました。なおコメントでは、実家のような安心感、男のロマン、ザクは敵陣営じゃない、バイジオニストといったザク愛あふれる意見から、サクサク量産できるザクも好きといった声も見られました。ということで以上、皆様が好きな敵陣営の量産機でした。他に票数やコメントの多い機体だと、ガンダムエイジに登場するガフラン、宇宙世紀だとドム、グフ、ゲルヌグといった機体のほか、逆襲のシャアなどに登場するギラ動画、さらにガンダムユニコーンよりギラズール、ガンダムセンチネルに登場するゼクアイン、ガンダムウィングからサーペント、シードシリーズからバクーやザクオーリアといった機体などもありました。皆様たくさんのコメントや投票ありがとうございます。10選という形でまとめてみたものの、たった10機に絞るのは難しいほど魅力的な量産機が多いのもガンダム作品の魅力の一つではないでしょうか。今後もこのようにアンケート結果をもとにしたランキング形式の動画を上げていきたいと思いますので、リクエストのある方はぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。今回はこれで以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。